おはようございます。ケンです。今、テスラは3つの巨大な動きが同時に進行しており、その全てが1つの未来に向かって収束しようとしています。1つ目は、ついに欧州で FST の承認の具体的なロードマップが立ち上がりました。2つ目は、韓国での FST 正式リリースによってアジア市場が動き始めたこと。そして3つ目は、イーロン・マスクさんが語った次世代 AI チップ AI5 の進捗とその裏で起きている量産延期の問題です。この3つは今後のテスラ株や自動運転戦略だけでなく世界のモビリティのあり方を根本から変えていく可能性があります。今日はその全体像を僕の視点でじっくりと深掘りしていきたいなと思っています。ではまず最初に今回扱うニュースを短く整理していきます。一つ目は欧州における FST 承認の話です。テスラはオランダの国家機関である RDW を通じ2026年2月に FST の国家承認を取得するという正式な目標を持って動き始めました。これが通ればEU 各国への展開が一気に加速し、最終的には EU レベルの承認につながる可能性があります。二つ目は、韓国で FST が公式に展開されたということです。アメリカ、カナダ、中国、オーストラリアなどに続き、世界で7番目の国となりました。韓国ではバージョン 14.1.4 が配信されており、ハードウェア4車両を中心にスタートしています。そして3つ目は FST のバージョン 14.2、14.3 のアップデートです。緊急車両、デブリ回避、歩行者のジェスチャー認識など人間の判断に近い要素が強化され、FST が次の段階へ進んでいます。さらに4つ目として、AI5 チップの話があります。イーロン・マスクさんは AI5 がテープアウトに近づいていると語りましたが、量産は2027年の中頃、ここに延期されました。これはロボタクシー計画にも影響する可能性があります。以上がこの週末に起きたテスラに関するニュース全体です。ここから先はこのバラバラに見える出来事がどこでつながるのか、何を示しているのか、こちらについて見ていこうと思います。ここからは僕の分析になっていきますけれども、最初に強調したいのは、この動きが示す地政学的な変化です。テスラはこれまでアメリカを中心に FST を展開してきましたが、今回の欧州と韓国の動きによってテスラの自動運転は明らかにグローバルモードへ移行しようとしています。特に欧州は自動運転に関する規制が世界で最も厳しいエリアの一つです。その欧州でテスラが選んだ戦略っていうのは、既存の規制枠に自社の技術を合わせるんではなくって、まずオランダの例外承認を突破口として、後から制度側を巻き込んでいくというアプローチです。普通のメーカーだったら規制に合わせて性能を落とすという判断をしがちですが、テスラは真逆です。性能を落とさないために精度を動かす方を選んだんです。これは非常に重要なポイントです。テスラの FST はセンサーではなくカメラとニューラルネットワークで動くため、従来型のルールベース規制とは思想が全く違います。そのため、従来の規制に合わせて無理に FST を制限してしまうと、本来のパフォーマンスが発揮できません。だからこそ、まずはオランダを起点にして、その後相互承認で EU 全体に広げていくという戦略は理にかなっていると思います。次に韓国での FST の展開です。ここも非常に大きな意味を持っています。韓国は交通量が多く、都市部の環境も複雑で、しかも規制や社会の目は厳しい国です。そこで FST が正式展開されたという事実は、アジア全体にとって重要なシグナルです。日本市場にとっても韓国は隣の国であるため、技術的に似た環境で FST が機能しているという大きなヒントにもなってきます。そして FST のバージョン 14.2 と 14.3、これまでの FST はルート切り替えや車線変更は得意でも非定型シーンの処理に課題がありました。しかし最近のアップデートでは緊急車両の判断や道路上の障害物の回避、歩行者の手信号など、より人間レベルの判断、これに近づく要素が増えています。これは実用段階への距離が縮まっているということを示す重要な変化です。そして最後が AI5 チップです。イーロン・マスクさんは AI5 について
かなり強気の発言をしていますが、その一方で量産延期というマイナス材料も存在します。2026年にロボタクシーをスタートするのであれば、本来 AI5 が間に合っているはずでした。しかし現実には AI4 ベースでのスタートになる可能性が高いということになります。ただし、この問題は単に遅延ではなく、もっと大きな視点で捉える必要があります。テスラは AI5 や AI6 といったチップの内製化を進めることで、車の性能だけでなく、データセンターやロボットなどの領域までも含めた総合 AI 企業へ転換しようとしています。ここが今日の全ニュースに共通する最大のテーマです。つまりテスラが車の会社から AI の会社へ進化するための連動した動きということになります。では、ここから未来への示唆について考えていきたいと思いますけれども、まず日本市場への影響です。欧州の規制は日本の安全基準と連動する部分が多くあります。そのため、欧州での FSD の承認が進めば、日本における FSD 導入の可能性も現実味を帯びてきます。これはテスラオーナーにとって非常に大きなニュースです。次にロボタクシー戦略です。AI5 が遅れたことによってテスラのロボタクシー計画は2段階で進む可能性があります。2026年からサイバーキャブが出ますけれども、このサイバーキャブは最初は AI4 でスタートしていき、2027年以降にAI5 へアップグレードするという流れになっていくと思います。2026年っていうのはサイバーキャブにとっての序章で、2027年からは本格的な成長フェーズが始まるという見方ができます。さらに投資の視点で見てみた場合には、テスラ株っていうのは今後 AI 企業としての評価、これがより強く意識されるようになっていくと思います。車の販売台数という視点だけではなく、AI チップ、FSD、AI データセンター、ロボタクシーという複数の収益源が立ち上がる可能性があります。これがテスラの企業価値の再評価につながると考えています。では最後に今日の話をまとめてみたいと思います。テスラは欧州での FSD の承認、韓国での正式展開、FSD のバージョン14の進化、そして AI5 チップの開発と遅延という複数の動きを同時に進めています。これらはすべてテスラが従来の自動車メーカーから AI を核にした総合テック企業へと進化していくための連動した一歩です。2026年から2027年にかけてテスラの価値は大きく変わっていく可能性があります。そういったことを踏まえて皆さんに聞いてみたいです。皆さんはテスラの未来を車として見ていますか？それとも AI 企業として見ていますか？僕の YouTube を毎日ご覧になっている方にとってはもう車の会社っていう認識がどんどん下がっているんじゃないかなと思いますけれども、ぜひ皆さんの今の意見っていうのをね、コメントで教えていただければと思います。はい、では本日のコメントを紹介します。本日は東京陳女さんのコメントです。ケンさん、取り上げていただき大変ありがとうございました。様々な観点からオプティマスの立ち位置が俯瞰できました。時間の経過とともに他をリードできることを願っています。いつも素晴らしい動画作成大変ありがとうございます。これからも期待しておりますというコメントです。こちらこそどうもありがとうございます。今回いいきっかけを僕もいただきました。昨日の YouTube で現在のロボット市場について話しました。今回調べた内容を整理しましたが、もしかしたら間違っている可能性もありますけれども、それでも世界では中国とアメリカを中心にロボットがどんどん作られているなと思いました。これから数年、ロボット競争になっていくと思います。なので僕の方ももっとね、人型ロボットについていろいろと調べてまた YouTube でね、話してみたいなと思います。そしてもしね、何かこういったテーマで取り上げてほしいっていうのがあれば、気軽にコメントの方よろしくお願いいたします。はい、では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は大きく上昇し、現在419ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。テスラオーナーの方、そしてこれからテスラを買おうかなと思われている方、自動車の保険をどうしたらいいのか悩んでいませんか？テスラは輸入車なので修理とかになったら保険料も高くなってしまいますし、保険をどうするかっていうのはテスラオーナーの方にとっては大きな悩みなんです。でもそんな方におすすめしたいのがアークエイドというテスラ専用の保険サービスです。
驚いたのがドアミラーの破損だったり、いたずらによる傷まで保証されるのに保険等級に影響が出ないプランもあります。しかも保証内容はテスラの特性に合わせて設計されています。普通の保険だと高すぎる、テスラに合う保険が見つからない、そんな方は一度アークエイドに問い合わせてみる価値はかなりあると思います。僕もテスラの保険はアークエイドさんのところでお願いしています。気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックされてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。